9月に入り、朝晩はめっきり涼しくなりました。公園を散歩していたら、どんぐりがたくさん落ちていました。また、セミに代わりコオロギの鳴き声が夜聞こえるようになりました。秋の気配がそこかしこから感じられるようになってきました。そこで、今日は日本の秋の風物詩について紹介します。風景、食べ物、自然、行事など、様々なものがある中で、主なものを紹介していきたいと思います。秋の風景。秋の風景といえば、多くの人が紅葉を思い浮かべることでしょう。赤色、オレンジ色、黄色に染まった葉が山や庭園を彩ります。特に、京都や栃木県の日光などの名所では、紅葉鑑賞を楽しむ多くの観光客で賑わいます。紅葉には、主に3つのパターンがあります。1つ目は、イチョウなどに見られる黄色の葉への変化。2つ目は、カエデなどに見られる赤色の葉への変化。3つ目は、ブナなどに見られる茶色の葉への変化です。紅葉の鮮やかな色彩と美しさは、見る人に深い感動を与えます。赤、黄、オレンジ、緑など、様々な色が混じり合って生まれる景色は、自然の神秘さと壮大さを感じさせてくれます。日本の紅葉は特に色彩が豊かで、周囲の景色と調和してとても美しいです。また、紅葉は秋から冬への季節の変化を象徴する現象です。葉が色づき、次々と散っていく様子から、時間の流れや自然の循環を感じ取ることができます。紅葉鑑賞は、日本の秋の楽しみの一つです。美しい景色に囲まれることで、心が落ち着き、癒しを感じることができます。特に、寺院や日本庭園などの趣のある場所での紅葉鑑賞は、心が自然と一体化することで、深い安らぎをもたらしてくれます。秋は収穫の季節でもあります。田んぼでは、稲穂が黄金色に実り、収穫作業の様子が見られます。収穫の風景は、多くの人々に季節の移ろいや自然の恵みへの感謝の気持ちを呼び起こします。また、最近では少なくなりましたが、収穫した稲穂を田んぼで竿にかけて、干す光景を目にすることがあります。竿にかけてある稲穂を見ると、昔の日本を思い起こさせ、懐かしさと温かみを感じます。秋が深まると、農村では家の軒先に干し柿を吊るします。家の軒先に吊るされた干し柿は、色が少ない秋の風景に強いアクセントになっています。まるでオレンジ色の布を家がまとっているような美しい景観を作り出します。この光景は日本の原風景を見ているようでたまらなく懐かしさを感じ、心が温かくなります。干し柿がある風景は農村が自然の恵みをうまく生活の中に取り入れた暮らしをしていることを表しています。
干し柿は日本の農村で古くから作られてきた伝統的な保存食です。その製法は平安時代から続く長い歴史を持ち、世代を超えて受け継がれてきました。昔から続けられてきた干し柿作りと、干し柿が軒先に吊るされた光景が、これからも見られることを願っています。秋の夕焼けは、空気が澄んでいるため特に美しく、空が鮮やかなオレンジ色や赤色に染まります。秋の夕焼けの美しさは、昔から語り継がれています。平安時代の歌人である清少納言は、彼女の著作、枕草子の中で、秋の夕暮れの情景を褒めたたえています。彼女は、夕日が山の稜線に沈む様子や、ねぐらに帰るカラスの姿を通じて、秋の夕暮れの感動を表現しました。秋は農作物の収穫が終わり、自然の移ろいを感じる時期です。このため、夕焼けを見ながら過ごす時間は、感慨深く、心を穏やかにしてくれる時間となります。清少納言の言葉を借りれば、秋の夕暮れは、ただの時間ではなく、心に深く響く情景なのです。現代においてもその美しさは変わらず、多くの人々に愛されています。皆さんの国では、秋といえば、どのような風景が思い浮かびますか？秋の食べ物。秋は食欲の秋とも呼ばれ、多くの食材が旬を迎えます。旬とは、食材が最も美味しく、栄養価が高い時期を指します。サンマは日本の秋を代表する魚で、多くの人に親しまれています。サンマは、全長約40センチメートルで、体は細長く刀状の形をしています。背中は暗い青色、お腹は銀白色をしています。その姿が刀に似ていることから、サンマという漢字が当てられました。サンマは様々な調理法で楽しむことができますが、最も一般的な食べ方は塩焼きです。脂が乗った身や苦味のある内臓を大根おろしと一緒に食べるととても美味しいです。栗も秋になると青果店やスーパーでお目にかかります。栗の本格的な栽培は約5000年前の縄文時代に始まったとされています。青森県の山内、丸山遺跡の調査で、縄文人が栗の木を植えて安定的な食料源としていたことがわかりました。栗を使った代表的な料理といえば、栗ご飯ではないでしょうか。家庭によって作り方は、まちまちです。基本的には、皮を剥いた栗、米、塩、水があれば作ることができます。調味料として、醤油、みりん、だしなどを加えても良いです。栗の他に鶏肉、きのこ、ごぼう、人参などを加えると、具沢山の栗ご飯ができます。とても美味しいですよ。また、栗を使ったお菓子も秋になると登場します。和菓子では、栗きんとん、栗蒸し羊羹などがあります。洋菓子では、
モンブランが有名です。私は、栗の味と香りを楽しむことができる栗きんとんが大好きです。ぶどうも秋を代表する果物です。最近では、多くの品種を見かけるようになりました。デラウェア、シャインマスカット、巨峰、ピオーネ、長野パープルなどが店頭に並んでいます。デラウェアのような小粒のものより大粒の品種が今では人気があるようです。私は富士みのりという品種のぶどうが好きです。さっぱりとした甘みがとても気に入っています。秋といえば、キノコも忘れてはなりません。スーパーに行けば、いつでも椎茸、ぶなしめじ、えのき茸、舞茸などは売られています。それらはすべて人工栽培されたものです。秋になると、山村に住んでいる人たちは、山に入って、松茸、なめこ、舞茸、椎茸、栗茸、奈良茸などを取ってきます。人工栽培のものに比べ、味や香りがとても良いです。料理方法はたくさんあります。焼いたり、天ぷらにしたり、味噌汁に入れたりして、キノコの味と香りを楽しみます。秋は、さつまいもや里芋の収穫時期でもあります。さつまいもを使った料理もありますが、自然な甘みを生かしたスイーツが人気があります。スイートポテトや芋ようかんなど美味しいものがたくさんあります。しかし、私は素朴な焼き芋が好みです。しかも、柔らかくてしっとりと焼き上がったものが大好きです。さつまいものスイーツに負けないくらい、焼き芋は美味しいと思います。里芋は煮物にして食べたりします。里芋、だし汁、砂糖、醤油、みりん、酒を鍋に入れて煮込んで作ります。しっとりと粘り気のある里芋の美味しさを味わうことができます。山形県の代表的な郷土料理に里芋を使った芋煮があります。主な材料は里芋、牛肉、こんにゃく、ネギです。味付けには醤油、砂糖、酒を使います。調理方法は大きな鍋で具材を煮込むだけです。秋になると山形では芋煮会と呼ばれる行事があります。河原に鍋や材料を持ち込み、家族や友人と一緒に芋煮を作って楽しみます。9月には山形市で日本一の芋煮会が開催されます。このイベントの目玉は直径 6.5 メートルの巨大な鍋です。この大鍋は最大で約5万食分の芋煮を一度に調理することができます。調理には重機が使用され、スタッフがとても長い尺を使って鍋をかき混ぜます。出来上がった芋煮は、ショベルカーで大鍋からすくって参加者に振る舞われます。ちなみに、私の秋の味覚ベスト3は、3位が栗、2位がサンマ、そして1位がさつまいもです。皆さんのおすすめの秋の味覚は何ですか？
秋の七草。秋の七草とは、日本の秋を象徴する7種類の草花のことを指します。これらは主に観賞用として親しまれ、日本の秋の風情を感じさせる植物です。秋の七草の始まりは、万葉集に収められている山の上のオクラの2つの和歌に遡ります。これらの和歌で、秋の野に咲く7種類の花が詠まれています。その7種類が後世に秋の七草として広く知られるようになりました。秋の七草の名前を紹介します。萩、すすき、くず、河原なでしこ、おみなえし、フジバカマ、キキョウの7種類の草花です。春にも春の七草があり、食用として七草がゆに使われ、無病息災を祈ります。これに対し、秋の七草は主に観賞用で、秋の風情を楽しむためのものです。秋の七草は、日本の伝統文化の中で、季節の移り変わりを感じ、自然の美しさを慈しみ愛する心を表しています。秋の七草の一つであるススキは、秋になると美しい穂をつけます。風に揺らぐその姿は、日本の秋の風景を象徴するものとなっています。ススキは、日本の文化や伝統の中で重要な役割を果たしてきました。万葉集や源氏物語、枕草子などの古典文学の作品にも、ススキの描写があり、秋の情景を表現する上で欠かせない要素となっています。また、ススキは秋のお月見に欠かせない植物です。十五夜には、ススキを飾る習慣があります。ススキを飾る習慣には、収穫への感謝、豊作祈願、魔除け、神様の正体など、様々な意味が込められているようです。秋の自然現象。秋晴れという言葉があります。秋晴れとは、空気の澄んだ晴れ渡った空の様子を指します。私はこの言葉が大好きです。なぜなら、この言葉から景色やイメージを想像することが好きだからです。例えば、次のような情景が想像できます。澄み切った青空、上を見上げると、空がどこまでも高く見える、遠くの景色がはっきり見える。また、秋晴れという言葉から、次のようなこともイメージできます。涼しく爽やかな空気、過ごしやすい快適な気温、日差しにぬくもりを感じる。想像しただけでも、爽やかで清々しい気持ちになります。秋晴れの日は、行楽や運動会、芸術を楽しむのに最適です。秋晴れは、日本の秋の風情を代表する気象現象の一つと言えます。赤とんぼは日本の秋を象徴する存在として、日本人の心の中で大きな位置を占めています。おそらく、赤とんぼという童謡が、日本人の心に強く染み込んでいることが、大きな理由だと思います。赤とんぼの歌詞は、夕暮れ時に赤とんぼを見て、
昔を懐かしく思い出すという郷愁にあふれた内容となっています。この童謡は、多くの日本人の心にノスタルジックな感情を呼び起こします。その他にも、赤とんぼと秋が深く結びつく理由があります。赤とんぼの正式な名前は、秋茜と言います。この秋茜の生活スタイルが、とてもユニークなんです。秋茜は暑さが苦手です。春に平地の水田で生まれた秋茜は、高い山に移動し、夏の間そこで過ごします。秋になり気温が下がってくると、平地に降りてきて、水田などで産卵をして一生を終わります。人が赤とんぼを目にするのは、大抵は、秋になってからです。つまり、赤とんぼと秋は深く関連しているのです。田んぼの上を群れをなして赤とんぼが飛ぶ光景は、秋の風情を感じさせてくれます。特に秋茜のオスは、秋の澄んだ空を背景に、鮮やかな赤色で飛ぶ姿が美しく、多くの人々の目を楽しませてくれます。また、赤とんぼは、日本人特有の感性や美意識と深く結びついています。赤とんぼは、日本人が持つ、物の哀れの感性を刺激します。この、物の哀れとは、その時にしか感じられない美や、悲しみに対する深い感動を指します。そして、日本文化において高く評価されています。秋の運動会。秋になって涼しくなると、小中学校では運動会が行われます。運動会は、学校の全員が参加する大変重要な行事です。子供たちの成長を発表する場としての性格が強く、事前の練習をしっかり行って本番に臨みます。全員が赤組、白組などの集団に分かれ、チーム対抗形式で行われることが多いです。運動会では、徒競走やリレーなどの種目が行われます。その他にも、玉入れ、騎馬戦、綱引きなど日本独特の競技や踊り、組体操、応援合戦などの集団演技も行われます。親は、運動会での子供の競技や演技をとても楽しみにしています。運動会は地域社会にとっても大切な行事です。特に、地方では、地域の絆を保つために欠かせないものになっています。子供の家族だけではなく、地域の住民も運動会に参加することがあります。学校の運動会という場で住民同士が知り合い、お互いを支え合う関係が作られます。学校の運動会が地域のコミュニティの核になっているのです。しかし、今子供の数の減少で小学校が閉校になり、地域から小学校がなくなるということが日本各地で起こっています。残念なことですが、それに伴い地域のコミュニティも衰退していきます。子供の数の減少はいろんな方面で大きな影響をもたらしています。十五夜。十五夜は日本の伝統的な月見行事の一つです。
十五夜とは、旧暦の8月15日の夜のことを指します。新暦では毎年日付が変わり、2024年の場合は9月17日になります。十五夜の起源は中国の中秋節で、平安時代に日本に伝わったと言われています。十五夜では、空気が澄んでいてとても美しいとされる、中秋の名月と呼ばれる満月を鑑賞します。また、農作物の収穫に感謝したり、来年の豊作を祈願したりします。十五夜のお供え物には、農作物の収穫への感謝と、来年の豊作への願いを込めて、いくつかの伝統的な食べ物が用意されます。主なお供え物は、月見団子、すすき、里芋です。月見団子の丸い形は、月に見立てられています。普通、十五夜にちなんで15個を供えます。下から9個、4個、2個と積み上げます。団子の脇に、秋の七草の一つであるすすきを供えます。団子にすすきの組み合わせは、とても秋らしい風情を感じさせます。さらに、収穫した里芋を水炊きにして供えます。十五夜は芋名月とも呼ばれ、季節の収穫物として、里芋の新芋を月に備えたことから来ています。たまには、皆さんも夜風に当たりながら、満月を眺めてみてはいかがでしょうか。ここまで、秋の風物詩というテーマで、日本の秋を象徴するものを紹介してきました。日本には、実りの秋という言葉があります。これは、秋が穀物や果物などの収穫が多くなる季節であることを指す言葉です。実りの秋という表現は、単に農作物の収穫だけでなく、より広い意味を持っています。例えば、物事が豊かで実り多い状態を表します。皆さんも、ぜひ実りの秋を手に入れてくださいね。皆さんにとって秋の風物詩といえば何ですか？コメントでぜひ教えてください。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。